今日は鶏ごぼうの炊き込みご飯を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏ごぼうの炊き込みご飯を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ごぼうがたっぷり入った美味しい炊き込みご飯レシピをご紹介していきます。旨味たっぷりで美味しく仕上げる方法などをご紹介していきます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お米、鶏もも肉、ごぼう、干し椎茸、人参、三つ葉、こちらの材料を使っていきます。まずですね、お米に関しましては今回2合分で作っていきたいと思います。そして鶏肉ですね、こちらは鶏もも肉を使っていきます。鶏胸肉がお好みの方は鶏胸肉でも OK です。そしてごぼうですね、ごぼうは今が旬のお野菜新ごぼうを使って作っていきます。もちろん普通のねごぼうを使っていただいても OK です。そして椎茸に関しましては干し椎茸を使ってその干し椎茸の戻し汁も使用していきたいと思います。今回私が使うのがスライスタイプになっているものになってます。こちらはスライスタイプのものじゃなくても大丈夫です。そして使用する調味料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、料理酒、お砂糖、だしの素、こちらの5つを使っていきます。この調味料に関しましては具材を漬け込む時に使うものと、あとは炊き込む時に使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに干し椎茸を戻していきます。干し椎茸を器に入れて全体が浸かるまでお水を入れてください。そして椎茸をねよく浸して、そしてこのまま冷蔵庫で30分から1時間ほど置いて椎茸を戻してください。ものによってはねもう少し戻し時間が必要なものがありますので、戻し時間に関しましては調整してください。ではね、こちらはこのまま30分ほど戻したいと思います。それでは続いてお米です。まずお米を水洗いしてください。はい、そして水洗いしたらお米をこのまま30分浸してください。そうすることでお米の芯が残らず均一にね炊き上げることができます。ではこのまま置いておきます。それでは続いてごぼうです。ごぼうはですね、まず包丁の背を使って皮をこそぎ取っていきます。あんまりね取りすぎると香りがね薄くなってしまいますので、軽くこそぎ取るぐらいで OK です。ちなみにごぼうは洗って水分を拭き取ってから皮をこそぎ取るようにしてください。はい、このように皮をこそぎ取ってください。あとはねこういったヒゲがある時はこちらは取り除きましょう。はい、OK です。そうしましたらごぼうをささがきにしていきます。この時ね手を怪我しないように注意してください。こんな感じでねごぼうをくるくる回しながらささがきにしていきましょう。ささがきがね慣れてる方はこの後ね水に浸すんですが、ボウルに水を張ってその中に入れ込みながらささがきにしていただいても大丈夫です。慣れてない方はこのようにねまな板にごぼうをつけながらやっていただくと安定してやりやすいと思います。はい、OK です。このようにごぼうはささがきにしてください。そしたらボウルにお水を張ってこの中にごぼうを入れます。そして5分ほど水にさらしてください。こうしていただくと変色を防ぐことができるのと、あとはねごぼうのアクを抜くことができます。しっかりね浸してこのまま置いておきます。それでは続いて人参を切っていきます。まず人参の皮を剥きます。そして人参を置いて一度スライスしてください。だいたい 3mm から 5mm 幅ぐらいで切りましょう。このように切ったら切りやすい枚数だけ重ねて、そして今度は 8mm 幅ぐらいで切っていきます。これを切ったらくるっと回転させて、またね 8mm 幅ぐらいで切っていきます。こちらはだいたいで OK です。このように人参は切ってください。それでは残りも同じように切っていきます。はい、人参の準備はこれで OK です。それでは続いて鶏もも肉です。鶏もも肉は一口サイズぐらいの大きさに切っていきます。余分な皮などがあった時はそちらは取り除いてください。
はい、OK です。鶏もも肉はこのようにね、小さめの一口サイズに切ります。そしたらですね、まずはじめにこのお肉にお砂糖を揉み込んでいきます。そうすることでお肉がね、柔らかい食感に仕上がります。必ず一番はじめに砂糖だけを揉み込むようにしてください。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなって表面にツヤが出てくれば OK です。そうしましたら続いて鶏肉とあとはごぼうに下味をつけていきます。そうすることで味ムラがなくなってとても美味しい炊き込みご飯に仕上がります。まずはじめにボウルに鶏もも肉を入れてください。はい、続いて水にさらしたごぼうですね。こちらは水を切って、そしてキッチンペーパーで水分を拭き取ります。そして拭き取ったらこのボウルの中に入れてください。そしてボウルの中に入れたらここに調味料を入れていきます。まずはじめにお酒、そしてみりん、お醤油、こちらの3つを入れて、そして揉み込みます。しっかりとね揉み込んでください。揉み込んだら表面にピタッとラップを貼り付けます。そしてこのまま15分漬け込んでください。はい、15分経ちました。ラップを外します。今ね、このような状態です。炊き込む前に味が染み込みにくい鶏肉とあとはごぼうにね、下味をつけていただくと全体的に味が均一になって美味しい仕上がりになります。ではね、今から炊き込んでいきたいと思います。それではですね、先ほど浸水させておいたお米の水分を一度切ってください。そして今ね、水分がない状態で、まずはじめにここにですね、椎茸の戻し汁を入れてください。ちょっとね、椎茸軽く絞ります。このね、椎茸の戻し汁を入れていただくことで椎茸の旨味が加わって美味しい仕上がりになります。そうしましたら続いてここにお醤油、みりん、料理酒、そしてだしの素を入れます。戻し汁と調味料を加えたら一度よく混ぜてください。具材を入れる前に味ムラがないようにきちんと混ぜてください。はい、あとはですね、2合目盛りのところまでお水を入れます。はい、OK です。そしてお水の量なんですが、このように2合目盛りのほんのちょっと下ぐらいまで入れてください。そしてお水を加えたらまたよく混ぜましょう。はい、OK です。よく混ぜたら続いてこちらに鶏肉とあとはごぼうを入れます。このね、漬け汁ごと入れてください。続いてここに人参、あとは戻した椎茸を入れます。はい、OK です。こちらのね、三つ葉に関しましては炊き上がってから加えますので、まだ切らずに置いておいてください。それではこちらを通常炊飯していきます。ではですね、今炊き上がり3分前ぐらいになってます。そしたらですね、三つ葉を切ってください。まず根元を切り落とします。そしてこの葉の部分を切り落としてください。こちらは最後ね、飾りのトッピングで使っていきます。そしてこの茎の部分を切っていきます。まず半分に切って切り口を揃えてだいたい5ミリから1センチ幅ぐらいで切っていきます。この三つ葉がね、すごくアクセントになるので、ぜひね、最後に入れて作ってみてください。入れる量はね、お好みで OK です。はい、 OK です。今回は三つ葉3本分の茎を入れてます。三つ葉の準備はこれで OK です。はい、炊き上がりました。蓋を開けます。じゃじゃーん、このように美味しそうに炊き上がってます。ではね、一度釜を取り出します。それでは最後仕上げていきます。先ほど切った三つ葉の茎を入れてください。そして全体を混ぜていきます。このようにとても美味しそうに仕上がってますね。はい、 OK です。それでは器に盛りたいと思います。はい、これで鶏ごぼうの炊き込みご飯の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお米もふっくらして美味しそうに仕上がってます。最後上に三つ葉の葉をトッピングしてます。こちらはお好みで乗せて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しいです。ごぼうの香りと、あとはね、椎茸の戻し汁の旨味があってすごく美味しいです。そしてこのね、ごぼうと鶏肉にもしっかり味がついてます。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏ごぼうの炊き込みご飯のポイントです。まずお米に関しては水洗いしてからその後30分ぐらい浸してください。そうすることでお米に芯が残らず美味しくふっくら炊き上がります。そしてごぼうについてのポイントです。ごぼうはですね、皮をこそぎ取るんですが、この時こそぎ取りすぎないように注意してください。あんまりね、綺麗にやりすぎてしまうとごぼうの香りが少なくなってしまいます。なので少しね、残るぐらいにしていただくといいかなと思います。そしてごぼうはその後水にさらして鶏肉と一緒に下味をつけてください。そうすることで食べた時に味のバランスがとても良くなります。そして炊く時のポイントです。まずはじめに椎茸の戻し汁を入れてください。そしてその後ですね、調味料を入れて一度しっかり混ぜます。そしてしっかり混ぜたら2合目盛りの少し下ぐらいまでお水を入れてください。ここでね、ぴったり入れてしまうとちょっと柔らかい食感になってしまいますので注意してください。というのもね、ごぼうと鶏肉をつけた調味料も一緒に入れるので、その分ね、少しお水を減らしてください。あとはね、具材を入れて通常炊飯するだけなのですごく簡単です。ただですね、三つ葉に関しましては炊き上がってから加えるようにしてください。こちらの量はお好みで OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏ごぼうの炊き込みご飯を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。